菊の井の村田でございます。もうだいぶ師走も近づいてきましたんで、おせちに役に立つことをやりたいなと思います。なんとなく分かってんやけど、ちゃんとしたやり方は知らんという方が多いと思います。本当に役に立つ、まあせめてこれぐらいはうちで作ってほしいというやつを4回続けてお送りしたいと思います。まず一つは一番ポピュラーな、これはお正月だけと違ってお誕生日とかにも使いますよね。ナマスをやりたいと思います。大根と人参のナマスでございます。それではやっていきましょう。大根と人参の割合ですけども、大根の1割ぐらいが人参でちょうどええ加減になります。それでは大根、今輪切りにしましたけども、普通みんなこう切ってこう繊維が入ってますから、でこれをこういう感じに切ってこうやって切るとこう噛むわけですな。こう噛んだら繊維がこう入ってますから柔らかくなりますよね。ナマスというのはパリパリしてる方が美味しいですよね。そうするとどうするのかって言いますと、こういう切り方ではダメなんで、ナマスの厚さですね、太さはだいたい1寸3センチですね。3センチにこう切りますと、こう切ってですよ。で皮を取って、これをある程度の厚さにこうやって切りますと、今度は噛む時はこう繊維が入ってますよね。それからこれをこう切っていくと、この長い方からこう噛んだ時に繊維が硬いですからパリッとしますよねということですよ。そして人参も同じですよ。人参も同じぐらいにこう切って、こう切ったやつをこう切るわけですね。同じように繊維がこう縦に入ってますから、噛んだ時にパリッとするわけですね。だいたい10分の1ぐらいの人参で結構人参が入ってるような目立ちますからね、人参が。これにここに塩すすさかいにダメなんです。ここにこうやって塩したら、ちょっと辛かったかな、水で洗うとこうっていう風になるでしょ。そうと違って、ここに食塩水を作るわけですね。3% の食塩水、3% 言うたら海の水と同じぐらいですね。ここにちょっと10分ほどつけるわけですね。こうやって10分ほど置いておきます。10分ほど置くともう完全にしんなりしますよね。それからきゅうりもみなんかする時も一緒ですよ。きゅうりをこうやって塩振るのと違うて、塩水につけとくとええわけですね。布巾とかさらしですね、さらしにこれをある程度ざるの中で絞ってから、ここで思い切り絞るということでパリパリするわけですね。ここでせっかくあんだけ餃子作ったのにちょっとになってしまったみたいなことは思わんと、ここで思い切り絞る。これちなみに漬け時間が長すぎるとしんなり感が増したりはするんですか？漬物になりますね。もう 5% になりますと漬物になります。で固く絞ったんがこう団子になるぐらい固く絞るわけですけど、そして今度米酢ですね。米酢1と200と400で 600cc に80入ってますね。米酢と水。米酢と水ですか？はい。そのままの酢は砂糖入れてってやったらむせるでしょ。で大体酢は、普通は3倍に薄めるというのが普通ですけどね。たっぷりの砂糖が入ってますからこれだけで甘いんですけども、鍋に移します。で昆布を入れて、沸騰させたらダメなんです。
酢の気が飛んでいきますからね。紅白なますとか結構千切りというかすごい細いのが今まで食べたの多いんですけど、結構今短冊状じゃないですか。うちらはどっちかいうと短冊の方が多いですね。家庭では細い方がやりやすいからかな。かつら向きに向いてこう打ったら終わりですから。それから打つにしても繊維を考えてやらないとへなへなのもんになって団子みたいになりますよね。あんまり酢を吸いすぎたりパリパリ感がないなんか団子みたいになった人参と大根だけを食べても美味しいもの違いますよね。でこれに、普通は柚子入れたりするんですけどね。こうやってもう泡が出てきたら止めておきます。このまま置いときます。このまま置いとく間にもうこの昆布から味が出てきますんで。これ酢昆布ですから刻んで食べてください。でここに先ほどの固く絞った、なますを入れます。この固く絞ったやつがだんだん酢の気を吸うて元の状態に戻っていきます。そうしますとまあこういう風にもうなるわけですね。これでもう完全にこうなますになってるわけですけども、あとはここにごまを混ぜるとか柚子を混ぜるとか、それも好きにしていただいたらいいと思います。今日は柚子を混ぜたいと思います。柚子の皮を白いとこは苦いんでできるだけ取っといた方がよろしいわな。この柚子が入るのと入らへんのではえらい違いますから、こういうの一緒に入れといてもいいですし、後から混ぜるのもいいでと思います。それからおせちの場合やったらそんなんもう言うてられへんので一緒に混ぜときゃいいと思います。柚子の果汁とかもこの香りがあるのとないのではえらい違いますんで、入れといたら柚子の香りがしますわな。柚子でもいいですし、そのピリッとちょっとさしときたいなと思ったら鷹の爪をそのまま入れとくとか、そういうことでもよろしいわな。でごまの風味があってもよろしいわな。はい、正月用のなます出来上がりです。